着しました。1番目を投入したいと思います。クラゲがね最近すごいんですよね。これと海水温が上がって舌がねめっちゃ柔らかくなってシャリを食うようになりました。前回の動画でもねシャリ食ってちょっと一番上がるかどうかヒヤヒヤしましたが、あれからも結構何発も食らってます。よいしょ。日が暮れる前はクラゲかもしれませんが、1番目をつけたいと思います。よいしょ。何もいない感が、ほんまに日暮れ前こいでも意味ないの。ワイヤー短くしすぎたかもしれませんね。こっちはそこそこチームでした。間違えたでしょうか。おお、もう取った。よかった、やっとなんかいろいろ入り出しましたね。ようでしょうね。よいしょ。お、玉木貝レア夢も入り出して、やっとって感じですね。ナイスイカ。引き金もやっと入り出して、今もう一匹イカが見えたはずなんでどっかにいるはずなんですけど、絶対どっかにあるはずなんですが、どこだ。おかずサイズやな。朝食ですねこれ。背がきついとこなんで、ワイヤー調節が忙しいですよね、ここ。チーム、ここで出てきました。最近赤ベタがいるんですけど、今日はいない。あとここは珍しい貝がいるとこでもあります。貝の墓場ですね。やっと1匹今日1匹目の赤ゲンガ。昨日良かったんで今日もいいと思ったんですが、今日はちょっと今のところ厳しいですね。1番だけでしたね、いいように。奈良もね、昨日はたくさんいたんですけど、今日はもうまだ5匹ぐらいしか見てません。台湾
ね、でかいオスですね。ああ、溶けた。ああ、やっとなんかいろいろ、さっきもオンゴの時やっとなんかいろいろ言ったんですけど、こっから間違ダメでしたと。なんかカニまで入りだして素晴らしい。チヌもやっとですね、ほんとつけた巻き貝見つけた。今日5つ目ぐらいですね。この白の方はめったん見ません。ラッキー。お、今日は拾えるカニが、すごいな。このメスなんかもう離したんですかね。それともこれから出すのか。1番号すごいな。3匹。危ね。全部で4匹カニ。もう1匹どっかへ必ずいたはず。これか。おお、カニがこれは嬉しい。今年の秋を。あ、もう美しい。あ、でもよう見たらチル少ないですね、今回。気に入ってくれるはず。おお、ヤシコはもうちょっと2枚。ナイス。珍しい形ですね。こんな突き出たような。今日冷た貝多めです。カニはなんともう1枚出てきまして、あ、もう2枚か。4つでした。カニタイム終わったっぽいですね。もう出た。おお、嬉しい。しかもナイスタイム。ナイス。お、ホウボウの珍しい方じゃないかな。普通のホウボウかな。普通のホウボウかな。珍しい方ですよね、これ。角があるやつ。ついにカニタイムも終わったみたいですね。毎日1日1回はこれシャリやってしまうんですけど、今日もやってしまいました。うわ、揚げ巻き。お、いよいよもういい感じ終わりましたか。これは寂しい。おお、ヒラメ嬉しい。こっちはまあまあですかね。白こちか。でもヒラメが良かったです。ナイス。カニもなんか一個持ってるような気が見えたはず。ああ、ちょっとなくなったな。ああ、悪い時間が来たようですね。あ、ボンボン。
ないけど悪くない。ちょっと小型ですけど。本当に嬉しい。良くない時間帯のカニ2つはこれは嬉しい。最後にキムでしたね。もうこれそういう仕様なんでしょう。2つ目の車入りです。ラストです。では帰ります。チヌ入り出した最後はチヌしか入りませんね。では帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな感じです。ああ、相変わらずチヌですね。はい、今日もチヌです。はい。ここにモンゴーが2つおるんですけど、あらま。おう、やります。どこにおるんか分かりません。チヌに紛れてる。ヒラメ1のうん。ちっちゃいけどね、うん。もうオコゼとか名古屋フグは消えましたね。あらま。おりまへん。石え金もついに少なめ。あらま。というか昨日おったのにな。うん。これはいいだけ。いいだけはね。もう一回一緒に入れてますけど、だが。おかずですな。石金今日は少なめでした。はい。昨日撮影すればいいんですか。昨日はなんかヒラメも3おったり、うん。赤ゲタもおったよ。うん。今日はなんと赤ゲタ3枚しかない。ありゃ。あれだけおったのに。なんでかわかりません。でもまあ、2回もう入れるとこないんで一緒に入れてますけど、カニがおるやん。今カニタイムが途中あって、おお、よかった。で最後が死ぬタイムで、うん。同じとこやろうと思ってうん。死ぬしか入らんとこカニが入る。まあええと思います。はい。200キロ追ってくれればいいけどね。今日はチヌ次第。以上でした。はい、お疲れ様でした。皆さん今日もハードワーク勃起お疲れ様でした。冷凍庫凍らせております。冷やしております。いただきます。まったり感が増します。初めて飲むときは撮影してるんでですね、ちょっと味が緊張してますから味がわからないことが多いんですが、後から飲むとねハマるんですよね。サス感が強くなりますが面白い。ただ今日はこちらです。五島椿五島列島酒造23度です。お値段2530円。お手頃価格です。椿酵母を使ったお酒。おー、綺麗ですね。よいしょ。椿って文字もかっこいいですよね。なんか米麹ですね。麦焼酎、大麦焼酎で米麹を使ってるそうです。椿使ってないんかな。なんか自分が最初買った時は椿酵母って書いてたような気がするんですが、今調べたらやっぱり椿酵母を途中でいっぺん使ってるそうです。五島列島は椿が有名らしいですね。では開けてみましょう。ああ、普通の焼酎と匂い違う。うわ、めっちゃいい香り。もう木片の感じも好きなんですけど、木の香りが好きなんですよね。ああ、ちゃんとなんか花のような木のような香りしますね。驚きです。にゃんこちゃん氷でいただきたいと思います。25度ですんで飲みやすいと思います。もう口元に持っていた時の香りがめちゃくちゃいいですね。これとっても飲みやすい。アルコール感はもうほぼ感じません。もう花の香りですかね。これ花の香りのような香りがします。あ、これはですねロックにする必要なかったですね。
普段やっぱり30何度とか40度40何度とかのお酒を飲んでいるとですね、アルコールとしては少し物足りなく感じますが、飲みやすいし、もうとにかく香りがもうめちゃくちゃ好きなんで、ちょっとロックやめさせてもらって、これはお湯割りとかもしない方がいいでしょうね。ストレートでいただきます。ストレートでももう全然飲みやすい。ストレートの方が自分はもう香りが強くなって好きです。パンチは全くないですけど、とにかく花の香りとか木の香りがもう好きなんで、編集の間とかに飲みたくなるタイプのお酒です。自分がこう飲んでるとこ編集するんですけど、もう一度飲みたくなるんで、そこで編集しながら飲むんですけど、その時の方がね、味がよくはっきりわかるんですよね。その時にはまた違った感想になってるかもしれません。本当の麦焼酎飲み、芋焼酎飲みの方には必要とされないかもしれませんが、自分はこの香りがめちゃくちゃ気に入りました。野田塩です。ガラ出てきました。キス多いとこやってないので、いつもおかずです。はい、お待たせしました。イカリングです。はい、イカリングにタルタルソースを添えて。いただきます。ちょっと塩でいかさせていただきます。岩手県の塩です。やっぱこの耳んとこでしょ、美味しいの。こちらは自分の友人が考案したベイカサラダ。教えてもらってからハマってます。ドレッシングは何かな、これ。ドレッシングはニンニクとオリーブオイルと醤油と塩コショウ。あと隠し味に砂糖です。ベイカ小餅です。ではご飯の上に乗っけていきたいと思います。玉ねぎ大好き。イカリングを中に乗せて、耳ゆじぽんママさん特製のタルタルソースを。おー、なかなかですね。見場が良くなってきました。もうちょっとだけ緑を足しときましょうか。よいしょ。いただきたいと思います。イカ耳は食べたんで、イカの本体いただきます。お腹入ってるんでめちゃくちゃうまいですね。ちょっと疲れてるんで、こういうなんかちょっとフライが結構体力回復に効きます。玉ねぎ、うわ、玉ねぎうまっ、玉ねぎもうイカよりうまいじゃないですか。玉ねぎ年齢とともにだんだん野菜の美味しさがもう、あとタルタルソースがめちゃくちゃうまい。こういうフライとか唐揚げにするとエビがどれだけ油を持ってるのかがよくわかります。もう相当重い。あんまり重すぎて自分にはもう3匹ぐらいしか食べれませんね、これは。エビはゲソ追加させていただいて、ゲソいきます。いただきます。うまっ、めっちゃうめえ。びっくりする。耳はこれ耳食べた。耳塩でいただきましたが、やっぱり耳めっちゃ美味しいと思ったけど、やっぱり本体の方が美味しいね、やっぱり。耳より分厚いもん。分厚いのもあるけど、やっぱり本体の方が甘い。イカの玉島の縦ソースでもいただいてみたいと思います。このご近所の方はご存知のはず。縦ソース。なんか玉島のや。そうなんや。玉島のなんや、これ実は。うまっ。甘い。縦ソースはやっぱ甘い。強烈に甘い。エビもイカもベイカも美味しいんですけど、自分の中の今日の優勝は玉ねぎでした。玉ねぎうますぎ。玉ねぎにタルタル合いすぎ。うまっ。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。サラダのあっさりさと、玉ねぎのあっさりさが結局美味しいという驚きの結果。うまっ。